線画のところよりも色塗りの方が需要があるっぽいみたいなんでね、今回は色塗りの時間を多めにとってみますね。皆さんこんにちは、漫画家のクリムゾンです。今日は前回の生放送アンケートで第1位だったファイナルファンタジー7のティファを描いてみようと思います。今回はせっかくですので20年前に描いたティファの同人誌の表紙と全く同じ構図で描いてみようかなと思います。20年前と比較して今どうなっているのかをね、楽しんでいただけたらなと思います。はい、それではティファを描いていこうと思います。まあね、ティファは結構ね描き慣れていますからね、ちょっとこれは無理があるポーズでしたね。今回はリアルにするというよりも20年前の絵柄を重視するというか、20年前の絵柄をねこう尊重するという形でリメイクしていきたいと思います。結構ね、リメイク版のティファはかなりリアルですからね、リメイク版のティファで描こうとするとこう実写っぽい顔になっちゃいますからね。初代 FF7 のティファの方が好きっていう方もいるかなとは思いますので、今回はそっち系の絵柄でいこうと思います。鼻をねしっかりと描かないみたいなのがいいんですかね。初代ティファはねこんな感じでちょっと怪しい感じですけれども、最終的にワープ変形でなんとかしようって思っています。怪しいなあ、怪しい動画を撮影する関係で下書きをデジタルでやってますけどね、本当はデジタルで下書きするのはちょっと苦手ですね。本当はね、下書きはいつも紙でやっていますからね、紙の方が得意ですね。最終的にはね全部デジタルでやれるようになっておいた方がいいんですかね。まあって感じですかね。20年前の絵よりうまければまあいいかなって感じですかね。この時点でそんないい絵って感じはしてないです。はい、でもこのままいきます。はい、だいたい線画はこんな感じです。ちょっとこの辺りが怪しいかなと思いますが、とりあえず塗りながら修正していこうと思います。はい、だいたいこの辺まで塗りました。なんか色塗りのシーンってあんまり需要がないかなと思っていたんですけれども、 YouTube の分析ページを見ている限りでは線画のところよりも色塗りの方が需要があるっぽいみたいなんでね、今回は色塗りの時間を多めにとってみますね。でもね、そんなに時間をかけずにねさっさと終わらせようと思います。一枚一枚に時間をかけずにね、前ねボアハンコックの時にも言っていましたけれどもね、胸のところはね時間をかければかけるほど良くなるんですけどね、一旦今回はスピード重視でね、本当はちゃんとね似たような角度で写っている写真とかをねちゃんと見つけてね、こうちゃんと写真を見ながら陰影をつける方がいいですよ。画像検索とかでねちゃんと見つけるのをおすすめいたしますね。
あとは顔という感じなんですけれども、今回はね20年前のティファの表紙になるべく似せるということでね、はい、そういう感じでやっていますけれどもね。いやー、ティファをアンケートに入れると絶対1位になるんじゃないかと思ってはいたのですが、やっぱり1位になりましたね。はい、第1回のリクエスト大会ではあえて項目には入れなかったのですが、やはり強かったですね。いやー、でもファイナルファンタジー7のリメイク面白かったですけどね。続編いつ出るんでしょうね。あんな感じで終わっておいてね、5年後とかはやめてほしいですけどね。1年ぐらいになんとかっていう感じですよね。FF7 リメイクすごく面白くって出来が良かったですけどね、私が思うにはね、最近のロールプレイングゲームは規模が大きすぎて、スタッフ一人一人が自分は何を作っているんだろうとかね、分かりづらいっていうかね、ゴールが見えづらい現象が起こってたと思うんですけれども、今回の FF7 リメイクの場合はリメイクなんでみんなちゃんとゴールが見えていたというかね、細かい仕事でもね、自分はあの超名作の FF7 のあの部分を作っているっていうね、確かなものを感じながらね、お仕事をできてたんじゃないかって思いますね。だからこそいいものになったんじゃないかって思います。はい、だいたいこういう感じで完成です。はい、ということで昔の絵と比較してみました。昔の絵も悪くないというか、反り返りに関しては昔の絵の方がいいですね。デッサンをある程度無視しても動きをダイナミックにつけた方がいい場合もありますよね。あと画面に対する収まりという点に関しましても昔の絵の方がいい収まりをしているんじゃないかなとね思います。ただしその代わりに頭が大きすぎますね。これはさすがにね。あと胸の形も変ですね。無理やり谷間を描こうとしているのも変だなと思います。はい、さすがにこの辺りのバランスは新しく描いたものの方がいいですよね。今のやつももっとこう首をひねっていたらセクシーになったかなと思います。いやー、もっと上手くなりたいなと思いますね。今回のこの絵もちょっと納得いっていない部分が多いので、あと10分かけてさらにセクシーにしてみたっていう動画を撮るかもしれません。はい、今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。チャンネル登録よろしくお願いいたします。こちらですね。登録ボタン押してくださいね。